り解説。1994年のテレビ番組ベスト10、懐かしの名作を振り返る。こんにちは。皆さん、今日は1994年に放送されたテレビ番組の中から、特に懐かしい名作をランキング形式で紹介していくよ。1994年って、テレビ界でもいろんな新しい番組が生まれて、今でも記憶に残ってるものがたくさんあるんだよね。そうだぜ。1994年って、まさにテレビの黄金時代とも言える年だったんだ。今も放送中の番組とか、長寿番組も多いし、どれも大ヒットしたものばかりだよな。本当に、私もその年に放送された番組、よく覚えてるよ。古畑任三郎とか、春よ来いとか、すごく話題になったよね。ああ、あの頃のドラマやバラエティは、今のテレビに大きな影響を与えてるもんな。今回はその中でも特に印象深い番組を10個ピックアップして、皆に紹介していくぜ。楽しみ。どんな番組がランキングに入ってるのか、すごく気になるなぁ。それじゃ、早速始めていこう。1994年のテレビ番組ベスト10。まずは10位から紹介するぜ。第10位、投稿、特報王国。1994年5月から1996年12月。第10位に登場するのは、投稿特報王国。1994年から1996年まで放送されていたこの番組。視聴者からの投稿をもとに、日常的な出来事をスクープにして紹介するっていう、斬新なバラエティ番組だったんだよ。そうだぜ。この番組の最大の特徴は、視聴者から送られてきたスクープ映像を取り上げて、番組内で紹介することなんだ。しかも、うっちゃんなんちゃんが班を分けて、スクープを競い合うっていう形式だったから、見ている方も一緒にワクワクしながら楽しめたんだよな。うっちゃんなんちゃんが司会をしていたんだね。あのコンビは、絶妙な掛け合いで番組を盛り上げてくれていたよね。それに、笑福亭鶴瓶さんや河野恵子さんも出演していて、豪華な顔ぶれだったんだよね。その通りだぜ。鶴瓶師匠は特派員役として、実際にスクープの現場に出かけて、そこで起こる面白い出来事をレポートしていたんだ。あの時の鶴瓶さんのリアクションや独特な視点が、番組を一層魅力的にしていたんだよ。確かに、鶴瓶さんが現場で暴れたり、普通じゃ見られない視点からスクープを追いかけたりするシーンは、かなりインパクトがあったなぁ。視聴者参加型のバラエティ番組が人気を博していた時代に、こうした番組は新しい風を吹き込んでいたんだね。あの時代、視聴者との距離が近い番組が多かったから、投稿特報王国もその一環として、視聴者のアイディアが番組の成否に直接影響するという形で、参加感がとても楽しかったんだ。視聴者もただ見るだけじゃなくて、番組作りに関わっている感覚が楽しかったよね。それでは、次の番組に行く前に、この番組の面白さを少し振り返ってみようか。第9位、ぐるぐるナインティナイン。1994年4月から現在放送中。第9位に登場するのは、ぐるぐるナインティナイン。1994年4月から放送が始まって、今もなお続いている長寿番組だよね。そうだな。あの番組はまさにナインティナインの名を冠したバラエティの金字塔だぜ。今も放送されているなんて、すごいよな。番組が始まった当初から、ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之がコンビを組んで進行していて、そのコンビネーションが視聴者に大人気だったんだ。ぐるぐるナインティナインって、どうしてそんなに長く続いたんだろうね。それはやっぱり、番組の内容が常に新しいチャレンジをしているからだな。例えば、ゴチになります、っていうコーナーが大ヒットしたんだよ。芸能人が高級料理店で料理を食べながら、誰が支払うかを競い合うっていう、ちょっと変わった企画だったけど、みんなが真剣に競っているのが面白かったんだ。あのコーナー、岡村さんが毎回ゴチの支払いをするのを避けたくて、必死になっている姿が印象的だったな。でも、それだけじゃなくて、バラエティの定番コーナーや企画も豊富で、視聴者を飽きさせなかったんだよね。視聴者参加型のコーナーやドッキリ企画などもあったし、常に挑戦し続けるところが、番組の魅力の一つだったんだ。
それに、岡村と矢部の絶妙な掛け合いも、番組を支える大きな要素だったな。それに、ゲストも豪華で、毎回楽しみだったな。芸能人だけじゃなく、時にはスポーツ選手や俳優も登場して、番組を一層盛り上げていたよね。まさに、視聴者と一緒に楽しめるバラエティ番組の理想形だよな。それに、今でも放送が続いているのは、やっぱりその時々の流行を取り入れたり、視聴者の反応に応じて内容を進化させてきたからだと思うぜ。なるほど。ぐるナイが長く愛され続けている理由がよくわかる気がするよ。さあ、次は8位の番組を紹介するね。第8位、おばさんデカ、桜乙女の事件上、1994年9月から2006年9月。第8位に登場するのは、おばさんデカ桜乙女の事件帳。1994年から2006年まで放送された。この刑事ドラマ、主役を演じるのは、あの名女優市原悦子さんだよね。桜乙女刑事という、ちょっと変わり者のおばさん刑事が活躍するドラマだよ。そうそう、桜乙女刑事は、表向きは優しくておっとりした女性なんだけど、事件が絡むとその鋭い観察力と直感でどんどん事件を解決しちゃうんだよな。普段は家庭の主婦としても活躍していて、家事と仕事を両立させる姿がすごく魅力的なんだ。そうだね。桜乙女がオカメと呼ばれながらも、理不尽な扱いをされても、めげずに事件に挑むところがまた良いんだよね。でも、いつも家族や仲間に支えられているから、すごく温かみがあるドラマだよ。まさに、桜乙女の最大の理解者は夫の正樹さんだな。正樹さんは、官能小説家というちょっと変わった仕事をしていて、乙女さんの仕事を応援しているんだ。乙女さんが事件を解決する手助けをするシーンも多くて、二人の夫婦愛がドラマに温かさを加えているんだぜ。あ、そうだ。まさきさんが書いた官能小説を乙女さんが朗読して批評するシーンも、毎回ユニークで面白いんだよね。小説を通じて、二人の距離感がとてもよく伝わってくるよ。このドラマは、ただの刑事ドラマにとどまらず、家庭や人間関係の温かさも書かれているのが特徴だよな。警察の中でも、乙女刑事は最初は小馬鹿にされていたけど、次第にみんなが彼女の実力を認めていく流れが感動的なんだ。それに、ドラマの中で起こる事件もかなりユニークで、毎回視聴者を引き込んでいたよね。日常的なものから少し変わった事件まで、乙女さんの推理力が光る場面が多くて、見応えがあったな。桜乙女の推理力だけじゃなく、その人間味あふれるキャラクターが、このドラマの魅力を深めているんだ。さあ、次は7位の番組を紹介するぞ。第7位、開運。何でも鑑定団。1994年4月から現在放送中。第7位に登場するのは、開運なんでも鑑定団。1994年に放送がスタートし、今も続いている人気番組だよね。この番組、どうしてこんなに長く愛され続けているんだろう？それは、この番組の面白さが毎回新しい発見を提供してくれるからだな。開運なんでも鑑定団は、視聴者が持ち込んだ骨董品や美術品、価値のある品物を鑑定士が査定して、その価値を教えてくれるっていう内容だぜ。こんなに高かったの？って驚く瞬間が毎回楽しみだよね。普段何気なく持っているものが、実は高価だったりするっていうのが、すごくワクワクするんだ。その通り、特に、出演している鑑定士たちが、それぞれの専門知識を活かして、品物の価値を伝えるところが面白いんだ。例えば、美術品の鑑定士とか、陶磁器の専門家が出てくると、その分野の奥深さに引き込まれるんだよ。そういえば、初代 MC は島田紳介さんだったんだよね。最初からこの番組を盛り上げていた。まさに番組の顔だったんだよね。紳介さんのトーク力とユーモアが番組の雰囲気にぴったりで、視聴者を引き込んでいたんだよな。彼の独特な進行スタイルと、その軽妙なやりとりが、番組をより魅力的にしていたんだ。今田耕司さんが現在の司会をしているけど、紳介さんの後を継ぐのは大変だっただろうね。でも、今田さんも素晴らしい司会ぶりを見せていて、
番組をしっかりと支えているんだよね。その通り、今田さんも、視聴者と一緒に驚きや喜びを共有するスタイルが、しっかり番組に馴染んでいるんだ。番組が長寿番組であり続ける理由の一つだと思うぜ。そしてこの番組の最大の魅力は、普通の家庭で眠っているようなものが、実はすごく価値があるってことに気づかせてくれる点だよね。持ち込んだ人のリアクションがまた面白いんだよ。鑑定士が、これ実は100万単位の価値がある。って言った時の持ち込んだ人の驚き顔が、毎回笑えるんだよな。しかも、視聴者も自分の家にあるものが意外と高価かもしれないと思いながら見ているから、ついつい物を大切にしようって思っちゃうんだよ。そうだね。毎回新たな発見があるから、つい見続けてしまう。今も続いているってことは、それだけ多くの人に愛されている証拠だよね。さあ、次は6位の番組を紹介するよ。第6位、ヘイヘイヘイ。ミュージックチャンプ。1994年11月から2012年12月。第6位に登場するのは、ヘイヘイヘイ、ミュージックチャンプ。1994年に放送がスタートして、2012年12月まで続いたこの音楽バラエティ番組。本当に大ヒットしたよね。そうだな。へいへいへいは、音楽好きにはたまらない番組だったぜ。毎回豪華なゲストアーティストが登場して、その中で面白いトークを繰り広げて、時にはスタジオで生演奏や新曲披露もあったりして、まさに音楽とエンターテイメントの融合だな。そしてこの番組を支えていたのが、ダウンタウンの浜田雅俊さんと松本人志さんのコンビだよね。彼らのトークの掛け合いが面白くて、ゲストもいつもリラックスして楽しく話していたのが印象的だよ。浜田さんと松本さんのやりとりが絶妙で、ゲストとの絡みも見どころの一つだったよな。特にゲストが素を見せてくれる瞬間や、浜田さんがゲストをいじるシーンがまた面白かったんだよ。そういえば毎回のトークコーナーも楽しかったな。アーティストの裏話や、プライベートな話まで飛び出して、視聴者はその一面を知ることができて、すごく親近感が湧いたよね。その通り、またライブでのパフォーマンスも注目されていたな。特にアーティストが自分の曲を生で披露するシーンは、音楽好きにはたまらない瞬間だった。リアルタイムで音楽の盛り上がりを感じられたし、あの雰囲気が良かったんだよ。さらに番組内で流れたヒットソングは、当時の音楽シーンに大きな影響を与えたよね。ヘイヘイヘイをきっかけに、知名度が上がったアーティストもたくさんいたし、番組の力ってすごかったんだなって実感するよ。音楽番組としてだけでなく、エンタメとしても成功した番組だよな。音楽とトークを融合させたスタイルは、その後のバラエティ番組にも大きな影響を与えたと思うぜ。そんな、ヘイヘイヘイ、ミュージックチャンプが6位にランクインするのも納得だよ。それでは次の番組を紹介しよう。第5位、スイート、ホーム。1994年1月から1994年3月。第5位にランクインしたのは、スイートホーム。1994年1月から3月まで放送されたドラマだけど、短期間で大きな話題を呼んだんだよね。そうだな、このドラマは、東京に転勤してきた井上家が主役で、子供の小学校受験をめぐる騒動を書いたコメディだぜ。井上家の息子翼、増田啓太が、名門小学校を目指す子供たちの中でいきなり受験戦争に巻き込まれるんだよ。最初母親の若葉、山口智子は受験なんて大変だと思っていたけど、だんだん受験に夢中になっていって、最終的に夫婦間で問題が起きるっていうのが、またリアルだよね。特に若葉が受験戦争にハマっていく姿が印象的だったな。夫の実、布施宏は最初受験に反対していたけど、妻の熱意に押されて、次第にその状況を受け入れ始めるんだ。このドラマコメディ要素が多かったけど、実際にはお受験というシリアスなテーマを扱っているから、見ているうちに感情移入しちゃうんだよね。親の思いと子供の思いがぶつかり合うところが見どころだった。その通り。そしてもう一つの魅力は、カリスマ教師小沢頼子、野際陽子の登場だな。頼子先生が翼に教え、受験戦争を引っ張っていく中で、母親の若葉がますます深みにはまっていくのが書かれているんだ。
そうだね。より子先生の存在がドラマの中で大きな影響を与えているよね。若葉がその影響を受けて、次第に厳しくなる様子がすごく面白かった。最後には受験の結果がどうなったのか、家族の絆が試される展開になるんだよな。このドラマは受験というテーマを通じて、家族の絆や人間関係を描きながら、コミカルに進行していたんだ。本当に、親としての覚悟や、子供の将来を考えるシーンが印象深かったよ。短期間だったけど、しっかりと視聴者にメッセージを届けたドラマだと思う。そうだな。このドラマがあったからこそ、後の受験ドラマが多く生まれたんだろうな。それでは次は第4位の番組を紹介するぞ。第4位、ジャングルテレビ、タモリの法則、1994年4月から2002年9月。第4位に登場するのは、ジャングルテレビタモリの法則。1994年から2002年まで放送されて、タモリさんの独特なユーモアで長い間人気を誇ったバラエティ番組だよね。そうだな。タモリさんを司会に、関根勤やナインティナインなんかも出演して、ゲストとの掛け合いやユニークなコーナーが話題になった番組だよな。ジャングルクッキングとか、ジャングルハンマーなんか、みんな覚えてるんじゃないか？あのコーナーは本当に面白かった。ジャングルクッキングでは、ゲストが自分で料理を作るんだけど、常に変わった食材を使うから、どうなるのか予測ができなくて、見てるこっちがドキドキしたよ。そして、ジャングルハンマーでは、タモリさんがゲストを様々な方法でいじって、笑いを取るんだよな。それに、タモリさん自身が進行役をやりながらも、自由すぎるところが面白かった。誰もが彼のユニークな進行に引き込まれていたんだ。タモリさんの自由な進行って本当に特別だったよね。ゲストとのやりとりがめちゃくちゃ自然で、時には予想外の方向に進んでしまうのがこの番組の魅力だったんだと思う。しかも毎回違ったゲストが登場してその掛け合いも楽しみの一つだった。コントや音楽さらには雑学まで、いろいろな要素が詰まっていて、バラエティとしての完成度が高かったんだ。本当に、タモリさんが司会だからこその自由でおおらかな雰囲気が、他のバラエティ番組とは違って、気軽に楽しめるところが良かったよね。あの自由なスタイルが、視聴者をリラックスさせて、みんなが番組に夢中になったんだと思う。タモリさん自身が自然体で、何をしても面白くなるから、番組も盛り上がったんだよ。それでは次は第3位の番組を紹介するね。第3位、家なき子、1994年4月から1994年7月。第3位に登場するのは1994年に放送された家なき子。主演の足立由美さんが演じた相沢鈴の強さと、心に残るストーリーが話題になったドラマだよね。鈴ちゃんの役は本当に印象深かったよな。家庭内で暴力を受け、母親の病気や貧困に苦しみながらも、鈴は懸命に生きようとする。その姿がすごく胸を打つんだ。最初はとても無垢で優しい子供だったけど、周りの大人たちが鈴を理解しようとしない中で、彼女はどんどん強くなっていくよね。特に学校での苦しい状況に立ち向かう姿が印象的だったな。その通りだぜ。鈴ちゃんが、学校での仲間や教師と少しずつ心を通わせていく様子が描かれていて、まさに成長ドラマだったよな。それでも家では本当に過酷な現実が待ち受けていて、見ていて辛いシーンも多かった。本当に、鈴が家に帰るたびに感じる恐怖や不安、そして孤独感が視聴者にも強く伝わってきたよ。でもその中でも彼女は決して諦めず、自分を守るために必死に戦う姿がすごかった。あのセリフも話題になったな。同情するなら金をくれって、鈴が言った言葉がまさに象徴的だよな。自分の状況を変えるためには、他人の同情だけではどうにもならないっていう、鈴の強い意志が込められていたんだ。鈴のそのセリフは、ただの物質的なものを求めているわけじゃなくて、自分を助けてほしいという切実な思いが感じられたから、すごく心に残ったよ。鈴の成長とともに、家族や社会の問題にも目を向けさせられる内容だった。このドラマが大ヒットしたのは、ただの感動話にとどまらず、視聴者に現実を突きつけたからなんだと思う。
家族って血のつながりだけじゃないっていうメッセージも伝わってきたね。鈴のその後の未来がどうなるのか本当に気になったし、最後まで目が離せなかったな。まさに今でも心に残る名作だよ。家なき子は単なるドラマ以上のものだったからこそ、多くの人に影響を与えたんだろうな。私もこのドラマが3位にランクインした理由がよくわかるよ。それでは次は第2位の番組を紹介するね。第2位、春よ、恋。1994年10月から1995年9月。第2位にランクインしたのは、春よ恋。1994年から1995年にかけて放送されたこの朝ドラは本当に感動的だったよね。そうだな。このドラマは戦争を乗り越えて家族や人生の絆を描いた作品で、主人公の春樹、安田成美中田喜子が歩んだ波乱の人生が書かれていたんだよな。春樹さんは戦争で家族を失い、女で一つで生きていくために奮闘するんだけど、そんな彼女が脚本家として成長していく姿が本当に素晴らしかったよね。春樹の成長の過程が見どころだったな。最初は困難な状況にあったけれど、次第にその強さと才能を開花させて、家族との絆を深めていく。戦争の悲惨さを乗り越え、家庭を築き上げていく姿が感動的だった。その通り。でも春樹の周りには常に困難が待っていて、家族や仲間との絆が試される場面も多かったよね。でも彼女はいつも前向きに生きようとしていてその姿勢に勇気をもらったよ。それに加えて、家族の支えが大きかったよな。特に春樹の母親との関係が、物語を通じて深く書かれていて、彼女がどんなに頑張っても家族が支えてくれるっていう、感動的なシーンが多かった。ドラマの中で家族の絆がテーマになっているのがすごく良かった。そして春樹が最終的に脚本家として成功を収めて、家族や仲間たちと共に喜びを分かち合うシーンは本当に感動的だったな。そうだな、戦争の傷を乗り越えて、家族や人間関係を大切にしながら成功をつかむ春樹の姿が、視聴者に希望を与えたんだよ。それに主題歌、春よ恋もすごく心に響いたよね。本当にこのドラマはただの感動話ではなく、家族や人間関係の大切さ、そして戦後の日本の再建を書いていたからこそ、今でも多くの人に記憶されているんだと思う。まさに、春よ恋は、家族の絆と希望を書いた名作だよな。それでは次は第1位の番組を紹介しよう。第1位、警部補、古畑任三郎。1994年4月から2006年1月。第1位にランクインしたのは何といっても、警部補古畑任三郎。1994年に始まり2006年まで放送され、今でも愛され続けている名作だよね。古畑任三郎は本当に日本の刑事ドラマの金字塔だよな。主演の田村正和さんが演じる古畑任三郎は、ちょっと変わり者の刑事だけどその鋭い洞察力とユーモアで、どんな難事件も解決するんだよな。古畑さん最初はどこか抜けているように見えて、事件の真相に迫る時の冷静さと頭の良さがすごくかっこよかったよね。特に毎回の犯人の行動を逆手に取るような推理が本当に魅力的だった。その通りだぜ。毎回古畑が犯人の思惑に気づいていく過程が、視聴者にとっては一番の見どころだったよな。それに最初から犯人がわかっている形式だからこそ、どうやって古畑がその真相を明かすのかが楽しみだったんだ。しかもゲストの豪華さもすごかったよね。毎回著名な俳優や女優が犯人役で登場して、ドラマを盛り上げていたよね。そんな中で古畑の独特な語り口調とツッコミが光っていたな。あのツッコミも番組の魅力の一つだったな。例えば犯人が自信満々に自分の犯行を説明している時に、古畑がその説明を冷静に指摘していくシーンは、見ていてスカッとするんだよな。あの冷静さがいいよね。特に犯人が最初は、どうしてこんなことをと思うようなことを話しても、古畑がそれをすぐに解決してしまうあの瞬間がすごく好きだった。そして毎回犯人が捕まる時の落ち着いた一言が、ドラマの締めくくりとして最高だったんだよな。あの時あなたがあれをしなければこうはなかったみたいな。犯人への一言が効いていて、ドラマの余韻が残るんだ。
やっぱり、警部補古畑任三郎は、謎解きとキャラクターの深さが絶妙に融合した名作だと思う。古畑さんのような刑事がいたら、どんな事件でもすぐに解決しそうだね。間違いない。このドラマが第一位に輝くのも納得だよな。古畑任三郎は単なる刑事ドラマにとどまらず、推理の楽しさを視聴者に教えてくれた作品だったんだ。本当に名作だよね。ではこれで、警部補古畑任三郎が1位に輝いた理由がわかったと思うよ。それでは次の話題に行こう。総評またはまとめ。さて今回紹介した1994年のテレビ番組ベスト10いかがだったでしょうか？どの番組も個性があって、今でも多くの人に愛されているものばかりでしたね。特に名作と言われる番組がたくさんランクインしていて、当時のテレビ業界の熱気を感じることができたな。警部補古畑任三郎や家なき子など、今でも記憶に残る名作が多いけど、どれも一度見たら忘れられないインパクトがあったよな。本当に、あの時代のドラマやバラエティ番組は、家族や仲間との絆をテーマにしているものが多く、視聴者の心に深く残ったよね。特に、春よ来いや家なき子なんかは、ただのエンタメにとどまらず、現実社会へのメッセージも込められていたんだと思う。その通りだぜ。時代背景や社会の変化を反映した作品も多く、視聴者に深い感動を与えたんだと思う。このランキングを通じて、90年代のテレビの力を改めて感じることができたよ。それでは今回のランキングを参考に、懐かしい番組をもう一度見返してみるのも楽しいかもしれませんね。それではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。